一つ気づいたことある。はあ？ママに大きなね、言う必要はないんだよね。ぶつけられたのかな。ミスタークイーン、よろしくお願いします。ママと。なかなかいい車だよ。このハゲ坊主の。ディッシュソープにビネガー。パワーステーだな。分かってるよね。余計なこと言わなくてね。お母さん、直してあげたよ。一つ気づいたことある。ほら、見て。昨日さ、ラプターの下にこれが気づいたんだよ。で、ラプターをちょっとバックして確認したら、パワーステーだな。やっぱりこの間のダメージで前のショックが壊れて、落ちてきた時に、パワーステーにも衝撃があったんだよね。まあもしくは、こんな感じでね、乗って帰ってきたことが、これに余計にで、今ね、結構漏れてるんだよな。ちょっとね、買い物あるんだけど、これであんま行けないので、ママの車で行こうか。マツダで。ね、マツダ CX5。ほら。これで行こう。あーちゃんの車で行ってもいいけど、たまにママの車でもね、これもね、リースだからもうすぐね、返さなきゃいけないんだよな、この車も。なかなかいい車だよ、これは。本当にな。で、あちゃ。なんだこれや。はあ？何これ？あーちゃんはやったのか、これ。運転してない松田。誰？ママ、またぶつけたの？なんかぶつけられたのかな。あら、やばくない？ほら、結構タイヤの跡というか、またやられたんだよね、車を返す直前にさ。でもほら、ママにね、あーちゃんこれ言っちゃうと、ママは気づいてないんだよね。気づいたらなんか言ってくるんだろうな。気づいてないから気づく前に直してあげようかね。これにやっぱりな、マジックイレイサーだよね。マジックイレイサー、これさ、ママがこれやったら絶対自分でやったって言わないんだよね。やられたって言うんだよ。じゃ実際にはそうかもしれないけど、やったかやられたか関係なく、とにかく直さないといけないので、ママに大きなね、言う必要はないんだよね。分かってるよね。余計なこと言わなくてね。車ね、やられたっていうのはね、言わなくていいんだよね。なので、気づく前に、マジックイレイサーで直しとこうか。あったよ。あった。ミスタークリーン。マジックイレイサー。ミスタークリーンさんね。このハゲ坊主のね、おっさんが、アメリカのおっさん、白人のおっさんが、ミスタークリーンだよ。ミスタークリーンに、お願いします。ミスタークリーン。ほら。このスポンジですね。こういうものです。普通のスポンジに見えるけど、中にね、すんごい何があるのか分かんないんだけど、これ落ちるんだろう。俺はね、ディテールのこういうほら車のクリーナーみたいなものでもいいし、俺がね、いつも自分で作っているこれソープに、ディッシュソープにビネガー、酢こう混ぜて、お水も入れて、これね、いろんなところに使ってるんで、ちょっと一瞬ここだけはやってみようか。先にミスタークリーンよろしく。ミスタークリーンよろしくお願いします。なんかほら効きますね。ちょっとね、取れたんだよね、ここ。でもね、液体はこれはもしかしたらこういう車用のスプレーの方が効くかもしれないので、この先はちょっとこれもやってみようか。ほら、落ちてきてるんだ。すごいね。ね、これを使うと、ペンキも同じ白だから分かりづらいんだけど、やりすぎるとペンキが落ちる可能性もあるので、注意ですね。それだけはね、力を入れすぎないように
というやり方もまあ一応気をつけながらということで、でも効きますよ。ほらあーちゃんママが全然気づかないんじゃない？これ終わったらほら、こういうところでもちょっと力を入れてね、ペンキが落ちてないことをこう注意しながら。効きますね。すごいよ。ママは全然わかんないんじゃない？これだったらねえ。反対の方はなんか違うのかな、爪が。ほらこれも効く。同じなのかな、表面と裏も。ちょっとねないから力いりますね。頑張れ。この辺は全然分かんなくなったんだよな。やっぱり効きますね。効く。これはね結構深かったんだよね。傷があるからさ、こういう深いところもあったから、思ったよりちょっと力はね入れないといけないんだけど、ほらもう全然ちょっと遠くから見ると傷があったっていうのは気づかない。なのでママに内緒しとこうか。ね、しとこうか。言う必要はないよね。こういうのはね余計にほら男の子たちにね、みんなこれいいレッスンだよ。お母さんに余計なストレスはかけない方がいいと思うよな。こういうのがあると、お母さんママとかって言わずに、冷静にクールにスティーブ的視点で見たミスタークリーンのマジックユレイサーだったら自分に直せる。したらね、終わってからでもお母さん直してあげたよ。俺ね傷があったんだけどママには言う必要はないと思って自分責任持って責任取って直してあげましたよ。直してやったよっていうのは気持ちいいんじゃない？そっちの方がな。ね。ということにしとこう。いいレッスンになったんじゃない？今日はね、ママも喜ぶでしょう。まあ、怒らないことでしょうね。喜ぶというか知らないことだからさ。ということで、治ってよかったね。ね、簡単な DIY。汚いのは汚いんだけど、でももう傷があったことを全然気づかないので、よかったな。やっぱり車好きな人って腕時計も好きですよね。昔から結構いい時計持ってましたよね。で、ほとんどはまあ売ったものもあって、まだ取っておいてあるものあるんだけど、金庫にしまったままの腕時計が多いんですが、最近また腕時計をつけるようになりました。それはなぜかというと、このヴィンチェロという時計です。この時計はクロノグラフのカーボンファイバーのフェイスにイタリア製の革ベルト、これは防水は5メートルまで防水、それとイタリアのマーブルが後ろのガラスの後ろの方にも、入ってる。高い時計には見えます。高い時計にも感じます。本当に自分を持ってる高い時計には負けないぐらい気持ちよくこうなんか感じますよ。安っぽい感じは全くしないのに、2万円ちょっとで送料込みで綺麗な箱付きで買うことは可能なんです。日本も含めて全世界送料無料でお届けいたします。高い時計を持つのはいいんだけど、毎日旧車でも今時の車でもこういう時計はすごくいいんじゃないですか。チェックしてね。チェロウォッチ。サムズアップ。